悪い姿勢を良くする方法をやっていきます。まず、柔軟性チェック兼ねたストレッチです。手を広げて、頭の上でタッチ。戻す。タッチ。で、このタッチした時点で、一回これストップしてほしいです。この状態覚えておいてほしいです。これだとかなり体が硬い状態です。僕も硬いです。なので、理想はこうやって体の真上で、肘がしっかり伸びる状態。これが理想です。何回か繰り返します。今現状これぐらいだと覚えておいてください。僕これぐらいですね。なんでこれが最終的には自然と頭の上でピッと肘が伸びる状態に、これ1回でかなり変化出ますので楽しみにしていてください。そうするとね、姿勢もかなり良くなります。OK です。そしたら、あぐらでも正座でも大丈夫です。前に両手をついていただきます。で、そのまま右手開きます。で、中に入れる。右手を開く。これ繰り返しましょう。右手を中にグッと入れる。グッと開く。ゆっくりでいいです。普段動かせない範囲でゆっくり大きく動かしましょう。この時背中が伸びる。この時胸が伸びる。大きく動かす。スピード勝負じゃないですよ。これやるとね、悪い姿勢がかなり胸が開いて良くなりますので、しっかり頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。きつかったら最後の10秒サボったりとかね、途中休みながらで OK です。で、これ、ベッドの上でも床でもマットの上でもどこでも皆さんがやりやすい時にやっていただければ大丈夫です。遠くまで、この時もなるべく手を遠くまでグッと入れる。で、しっかり胸を開く。OK です。逆いきます。手を前に出していただいて、左手を中に通す。グッと胸を開く。左手を中にグッと通す。胸を開く。これ繰り返しましょう。呼吸を止めないようにしましょう。手を遠くに、なるべく遠くにグッと入れる。開く。手を遠くに入れる。グッと開く。手を遠くに入れる。開く。呼吸止めないようにしましょう。開く。もしきつかったら途中でサボりでいいですからね。最後の10秒全然サボってもいいです。頑張れる人はなるべく大きく動かす。大きく動かす。ラスト1回。よし、OK。そしたら次、ちょっと新しい種目やっていきます。手を前に伸ばします。右手を後ろにグッと引く。左手を後ろにグッと引く。これ繰り返しましょう。右手を後ろにグッと引く。この自分の体に沿わせるイメージですね。こんな感じ、グッと引く。呼吸止めないようにしましょう。こうグッと引くときに胸が伸びるのと背中の筋肉使います。この時なるべく肩甲骨ギュッと寄せるイメージですね。グッと引く。ちょっと上半身ねじれてもいいです。背中の筋肉ギュッと使ってる感じがあればいいです。こうするとね、悪い姿勢がいい姿勢になる方法なので頑張りましょう。スピード勝負じゃないですからね。しっかり背中意識して胸開く。呼吸止めないで。OK。そしたら次はですね、いきますよ。肘こうつけて前にグッと背骨を丸める。猫背作りながら肘同士をつける。おへそ覗き込む。胸をグッと開く。おへそ覗き込む。正面から見たらこんな感じです。肘つけておへそ覗き込む。この時背中がギュッと伸びます。で、開く。肩甲骨をギュッと寄せる。逆に背中を使う。背中を丸める。おへそ覗き込む。ぐっと胸を呼吸止めないようにしましょう。もしね、きつかったらサボりましょう。僕もだいぶ疲れてきました。で、あんまり肩こう力入んないようにしてくださいね。呼吸は止めないでぐっとおへそ覗き込むように丸める。開く。おへそ覗き込むように丸める。開く。よし、OK。そしたら次はですね、さっきと同じように両手を前に伸ばします。で、この状態で右手を後ろ回しします。大きく回す。ちょっと上半身こう開きながら、こんな感じ。僕結構硬いんですが、できる限り大きくですね、
悪い姿勢を良くする方法です。この時、胸が伸びて、背中の筋肉も使えます。肩甲骨を大きく動かす。で、肩ボキボキなるよって方はですね、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、痛みない範囲でゆっくり大きく回しましょう。頑張れる人は大きく。で、早く回すっていうよりも、誰かに指先をずっと引っ張られてるイメージで、大きく回しましょう。大きく。呼吸止めないようにしましょう。大きく。きつかったらね、最後の10秒サボって全然 OK です。よし、OK。そしたら次は、両手前に出します。で、左手を大きく後ろ回し。こんな感じです。大きく後ろ回し。上半身こうやってグッとねじりながらでいいですよ。大きく。さっきと同じようにスピード勝負じゃなくて、指先誰かに引っ張られてるイメージで、大きく回しましょう。こっち回しじゃないですよ。こっち回しです。大きく大きく。呼吸止めないようにしましょう。で、きつかったらこれでもう肘ついちゃってもいいです。で、肩バキバキなるよって方はですね、痛みがなければ大きく回していいです。痛みがある方は痛みない範囲でゆっくり大きく回しましょう。全然頑張れる方はもう指先誰かに引っ張られてるイメージで、なるべく大きく回しましょう。きつかったら、これ最後の10秒、サボって OK です。ちょっと僕きついです。初めての種目がいくつかあってちょっと大変ですが、無理せず最後まで頑張りましょう。OK です。そしたら次、右肘つきます。で、左手万歳します。これいつもの種目です。脇の下、脇腹ストレッチしていきます。広背筋のストレッチです。で、脇の下、脇腹伸びてればいいんですが、もっと頑張れるよって方は指先誰かに引っ張られてるイメージで、遠くに向かってグッと伸ばす。遠くに向かってグッと伸ばす。で、この時、こっちのお尻、浮いちゃっても良いんですけど、なるべくお尻床につけたまま、遠くに向かってグッと伸ばす。いまいち伸びない方、斜めに倒したり、真横に倒したり、いろんな角度試してみて、この角度すごい伸びるなって角度探しましょう。どの角度が正解っていうのはないです。皆さんが伸びる角度を重点的にやってあげるといいと思います。指先は誰かに引っ張られてる。呼吸を止めないようにしましょう。そしてこの動画も、3回チャレンジやっていきたいと思います。3日チャレンジじゃないですよ。3回チャレンジなんで、週に1回でも習慣化。合計3回できれば OK なんで、3週間かけて合計3回でも、それでも OK です。よし、OK。次、左手、左肘、床につけます。で、このまま右手、万歳していきます。右の脇の下、脇腹伸びれば OK です。指先誰かに引っ張られてるイメージで伸びる角度探しましょう。そして、アキレス腱断裂の報告の動画を出したんですが、無事にですね、手術が4月半ばに終わって、ギプスを2週間つけて2週間経ったギプスを外し、今このね、ちょっと4万円ぐらいすごい高かったんですけど、この装具っていうのをつけて、やっと立ち上がれるようになりました。ちょっと見た目すごいんですけど、全然もうこうやって座って、こういう風にしてるので全然問題ないので、一人で立てるようにもなり、ちょっとずつ回復に向かっております。呼吸止めないようにしましょう。そしてズボラストレッチの視聴者さんたちのことはですね、ズボラーと呼ぶようにしてますので、ぜひズボラの皆さんとね、一緒にコメント欄活用しながら習慣化していければなと思います。OK です。そしたら次はですね、右手を遠くに向かって伸ばす。戻す。右手を遠くに向かって伸ばす。で、こっちじゃなくて、左斜め前に向かって伸ばす。で、この瞬間に脇の下、脇腹伸びると思います。遠くにあるものを掴むイメージで伸ばす。左手はこうやってついちゃってもいいし、なんかこんな感じでついてもいいです。右の脇の下、脇腹伸ばすことが目的です。頑張って。呼吸止めないで。なるべく遠くに伸ばす。で、もしきつかったら、伸ばした状態、この状態キープでもいいです。これでも OK です。頑張れる人は、引いて、遠くに向かって伸ばす。ずっと繰り返す。頑張って頑張って。呼吸止めないようにしましょう。ラスト1回。よし、OK。逆いきます。左手を遠くに向かって伸ばす。戻す。左手を遠くに向かって伸ばす。戻す。これ繰り返しましょう。戻す。
戻す。呼吸は止めないようにしましょう。戻す。脇の下、脇腹伸びてますか？スピード勝負じゃないですからね。なるべく遠くのものを取りに行くイメージで伸ばす。で、この時もできる限りお尻が床から浮かない方がいいですが、多少浮いてもいいです。目的は脇の下、脇腹伸ばすことです。きつかったらこうやって伸ばしたまま、そのままキープでも OK です。そして、このズボラストレッチのコメント欄、ズボラの皆様まではですね、初コメント大歓迎です。っていうのが、これ僕の感覚なんですけど、やっぱりコメントいただいてる方の方が習慣化できてるし、なんかそれでコメント欄見ながら、他の人をモチベーションにしながらやってたりとか、自分自身が痩せたってコメントをすると、そこに他の視聴者さんからコメントがついて、それがまたモチベーションになったりするので、コメントしたことない方ね、初コメント、ぜひお待ちしております。OK です。そしたら次、首のストレッチやっていきます。そしたら、右手を後ろに回します。で、左手で首を左に倒します。この首から肩にかけて、このライン、しっかり伸びてれば OK です。伸びますか？真横に倒したり、ちょっと斜め前に倒したり、あ、この角度すごい伸びるなーって角度を見つけましょう。で、こう、後ろに手を回してる目的はですね、この右肩がこっちにこう、ついてきちゃうと全然伸びないんですよ。しっかり右肩ロックした状態、動かない状態にして、首だけ左に倒す。この感じですね。伸びますか、首が。よし、OK です。逆いきます。左手を後ろに回します。左手を後ろに回した状態で、右手で首を右に倒します。左の首肩、ここが伸びてれば OK です。伸びますか？首から肩にかけてストレッチをかけています。で、この時もあんまりね、猫背になっちゃうと全然伸びませんので、なるべく骨盤立てる姿勢正した状態で首を横に倒す。左の首伸びてれば OK です。そして初めてね、コメントするって方、なんでコメントしていいかわかんないって方結構多いと思うので、初コメントです。今日やりましたでもいいですし、初コメントです。こんばんはでもいいです。そしたら僕ね、もう必ずコメント返信しに行きますので、初コメントお待ちしております。OK です。そしたら次は、手を後頭部で組んでいただいて、このままおへそしっかり覗き込む。ぐっと胸を張る。おへそをしっかり覗き込む。ぐっと胸を張る。これ繰り返していきましょう。覗き込む。で、ポイントはしっかり背中を丸めておへそを覗き込む。普段動かさない範囲までしっかり胸を張る。これ繰り返しです。スピード勝負じゃないですからね。ちょっと今日ずっと撮影でですね、このずっとあぐらかいたら股関節がもう怪我で硬くなったのでちょっときついんで伸ばさせてもらいます。おへそを覗き込む。胸を張る。繰り返しです。胸張る。呼吸止めないようにしましょう。おへそを覗き込む。胸を張る。ゆっくりですからね、大きく大きく。よし、OK。そしたら次はですね、皆さん大好きな新種目、アンダージャブですね。こう脇締めて、しっかり下から上に向かってパンチしましょう。パンチ。パンチ。で、この時、下から上に向かって力入れてください。後ろに力入れるんじゃないですよ。下から上に向かって、こっちに向かって力入れましょう。頑張って。で、逆にこれはちょっと猫で作るぐらいでちょうどいいです。頑張れ頑張れ。呼吸は止めない。頑張って。有酸素の効果もあります、これは。頑張って頑張って。呼吸は止めない。ちょっと猫背でいいですからね。ちょっと腹筋に力入れるぐらいでちょうどいいです。頑張れ頑張れ。こう胸とか脇の下とかその辺を使う感覚あればめっちゃいいです。頑張れ頑張れ。なんかね、筋肉使う感覚ないからもいいです。大きく動かしましょう。呼吸だけ止めない。頑張って頑張って。で、きつかったら、こうやって最後の10秒サボって全然 OK です。ちょっと僕はね、今日撮影3本目なんで、結構きついです。皆さんもサボりサボり無理せずやりましょう。そしたら次はですね、首の前側、この前面ストレッチしていきます。手をですね、こう鎖骨あたりに添えて、ちょっと鎖骨を下に引っ張る感じ。下に引っ張る感じで、そのまま
ぐっと上に上げて、いろんな受けて、首の前面越えてストレッチしていきましょう。ストレートネックとかね、姿勢が悪い方、かなりここ硬くなってますので、しっかりストレッチかけていきましょう。真上も。首の前面伸びますか？これ痛いとか、あまりきつかったら無理しないでくださいね。サボりサボりで OK です。そしてですね、初コメントの方は初コメントお待ちしてるんですが、いつも逆にコメントくださる方はですね、ぜひ、ズボラーの皆さん同士でですね、コメント欄で交流していただけると嬉しいです。皆さん同士でコメントの返信し合ってもいいので。というのが、僕今、音声 SNS、ボイシーっていうラジオみたいなのやってるんですよ。ラジオって別にスマホで聞けるんで、ラジオの機械いらないですよ。そこで、やってるんですけど、そこはね、ズボラの視聴者さんみんなお互いにコメント返信し合って、すごくいい雰囲気です。OK です。そしたら、ちょっと深呼吸しましょう。で、上げて、これストレッチは単純にリラックスの深呼吸です。で、上げる。万歳して、深呼吸。で、万歳して、深呼吸。これそんな無理ない範囲でいいです。大きく深呼吸しましょう。結構このきつい種目あったので、この整理運動、これあるじゃないですか。運動会でも準備運動、整理運動ってあると思うんですけど、その意味の、整えるっていう意味の整理運動です。深呼吸です。なので、いつもコメントくださってる方はコメントくださってる方同士で、ぜひ、お互いにね、励まし合って交流もしてほしいですし、初コメントの方見かけたら、もうズボラへようこそでもいいですし、一緒に頑張りましょうでもね、ぜひ、常連さんが、初めての方にも、こう、声をね、かけて、みんなで習慣化していけるような、ズボラのコメント欄にできたらいいなと思っております。ラスト1回深呼吸します。OK。そしたら、最後の種目です。柔軟性チェック兼ねた最後の種目一緒にやっていきましょう。開いて、頭の上で万歳。これです。タッチ。これ、僕最初この辺だったのが、だいぶ、僕の場合は上がりやすくなったんですが、皆さんどうでしょう？上がりやすくなった。真上まで来るようになった。痛みがなくなった。突っ張りがなくなった。どんな感じでもいいです。軽くなった。ぜひ変化ではね、これもコメント欄で教えてください。だいぶ僕上がりやすくなりました。そして、先ほど言った、ボイシーと、あと、インスタグラムも、両方ともね、毎日更新頑張ってます。概要欄と固定コメントにリンク貼っておきますので、インスタボイシーもね、ぜひ見に来ていただいて、フォローしていただけると、すごく励みになります。あと3回だけ行きましょう。だいぶ僕上がりやすくなりました。最初この辺だったのが、ここまで来てるんで、もう、ラスト1回だけ行きましょう。OK です。お疲れ様でした。では3回チャレンジ、コメントお待ちしております。